はじめまして、前回放送の千と千尋の神隠し解説、大変興味深く拝見させていただきました。生放送を YouTube から見ていたのですが、続きが気になりすぎて、ニコニコ動画のゼミにそのまま入会してしまいました。改めて本編を見たところ、今までぼんやりとしかわからなかった部分がはっきりと整理され、やっと初めて感動することができました。千尋がですね、白のことを思い出して話すシーンで、川は今マンションが建ってなくなってしまったと言ってるのことですと。これがもしかして、荻野一家の引っ越しの原因ということではないかと思いました。長男が溺れ亡くなった川が埋め立てられてマンションになってしまうので、もうそれを見ないようにかからないようにお母さんの気分転換のための引っ越しだったのかなと推測しました。面白い論ですね。こういうの僕は俺ジブリっていうふうに呼んでるんですけども、これもですね、やっぱり自分の視点の一つなんですよ。要するに何が正解なんだとかですね、それをもう宮崎駿に聞けばいいじゃないか、聞くしかないとかですね、そういうことを言う人がいるんですけども、それは高校生までの考え方ですね。ある一つのテキスト、文芸の対象のことをテキストって言うんですけどね、文芸作品の対象。で、そのテキストに対してですね、解釈がたった一つあって、作者が意図しているものが一つでっていうのが、高校生までが習うテスト期間のその文芸に対する態度なんですけども、ところが大学に入ってきたらですね、そういうものがなくなってきて、研究でこういう可能性があるとかですね、このようにも読めるとかですね、基本的には文学研究の大学以降の方式なんですけどもですね、俺ジブリ、俺にとってこの読み方ができるというのが、僕これ自体は正しいか正しくないかっていうので言うと、あんまり僕はピンとこないんだけど、すごく面白いと思います。だから、あとはもうその、すごく面白いの、論拠みたいなものをどれだけ集めてくるのかになってくるんですけども、こういうですね、作品を見るだけでなくて、その作品に参加することができるんですね。で、参加してそれを人に話すことによって、ああ、それ面白いなと思ってくれる人が増えると、それはね、セカンドクリエイターという状態ですよね。これはもともとはキングコングの西野くんが作り出した言葉で別の意味だったんですけど、僕その語感がすごく面白いなと思うんですけども、お父さんが引っ越した原因はこれじゃないかというふうなことで、同人誌作ることができるんですね。で、その同人誌作って、その同人誌を先に読んだ人にとっては、もうその解釈が正しいんですよ。例えば今の世界っていうのはそのテクストがあって、そのテクストの正しい解釈というのではなく、それはそれでもちろん大事なんですよ。だから、本物のアニメ評論家ですね、氷川隆介さんみたいな方は、そっちの方をやってるんですけども、僕はそうじゃないんですね。二次創作が当たり前の世界、コミケがこの世界にあるのが当たり前の世界に生きてるんですね。このセカンドクリエイターみたいな人が増えてきて、すごい楽しいなと思います。もう一つ、千と千尋についてもう一つ来てます。岡田先生、こんにちは。メール募集ということで思い切って送ることにしました。大変楽しく興味深く拝見させていただきました。千と千尋の神隠しについて、くどいようですが質問させてください。都市伝説レベルですが、映画公開初日は別のエンディングが流れていたという噂は本当なのでしょうか？噂の内容は荻野一家が引っ越した先の近くに川が流れており、その川の神様として白が戻ってくるというハッピーエンド的な内容です。デマなのでしょうか？また、千と千尋の神隠しについてお話しする気力があればお願いしますということなんですけども、まずですね、この噂がどうかというよりも、事実関係だけで言うとですね、差し替えっていうのは、映画館の差し替えっていうのは基本的にやらないんですよ。で、なんでかっていうとですね、20世紀に入るまでというか、もうほんの十何年ぐらい前まではですね、映画ってフィルムなんですね。フィルムっていうのは物理的な存在であってプリントなんですよ。その東洋現像書とかイマジカとかそういうふうなところでですね、ネガフィルムからですね、原版となるネガからコピーネガ取るんですけども、そっからですね、フィルムを焼いて各映画館に配るんですね。フィルムのプリント代がですね、1980年代後半当時でですね、フィルム映画1本あたり135万円ぐらいするわけですよ。135万ですよね。なので、千と千尋はですね、公開時はですね、日本全国で343巻で公開してたのでですね、この差し替えにかかる経費というのは、フィルムのプリントだけでもですね、だいたい4億6千万円超えるわけですね。そうすると、そんなね、経費どこが負担するんだよと。つまり監督の意地でそれ買えるんだったら、その4億6千万誰が金出すんですかという話になっちゃうのでですね、よっぽど無茶なことをしない限りないんですね。よっぽど無茶っていうのは、例えばですよ。例えば、宇宙戦艦ヤマトのあるシーンに、西崎義信さんというプロデューサーがいらっしゃって、どうしても納得できないとなると、これはもうプロデューサーがもう全責任持つというふうなことで差し替えっていうことは
あり得ます。だからそういうですね、例がゼロではないんですけどもですね、ものすごい騒ぎになりますのでですね、もしそんなことが本当にあったらですね、記録に残るんですよね。なので、これはですね、現実的には難しいと思います。都市伝説の元はですね、2チャンネルの書き込みだそうです。2014年のですね、11月24日、もう都市伝説が生まれた日まで分かってるってのはすごいね。金曜ロードショーでですね、千と千尋が放送された時にニュース速報の掲示板にですね、多くの人はトンネルから抜け出し、髪留めがキラリと光り、車を走らせた物語が終わり。そう思ってるでしょうが、本来この後には続きが存在します。ちなみに映像化、アフレコもされており、公開当時映画館でも一部で実際に流れていました。なぜ現在以下のラストシーンがなかったかのように扱われているのか謎です。で、どんな内容かというと、千尋が車の中に来る前につけていた髪留めが光ると。で、不思議があると。新しい家に向かう途中、丘から引っ越し業者がすでに到着しているのが見えて、母親が、もう業者さん来ちゃってるじゃないのとお父さんに怒ると。家に到着後、引っ越し業者の一人から、遅れられると困りますよと注意されると。で、千尋が何気なく新居の周りを歩いていると、短い橋のかかった緑ある小川があることに気づく。橋から川を眺めていると、千尋は一瞬ハッと悟ったような状態になり、この川が白の生まれ変わり、新たな住処であることに気づいたかのような意味深に物語が終わると。以上が千と千尋の神隠し本来のラストシーンです。今回の地上放送でもこのラストシーンが流れることはおそらくないでしょうって。そんな書き込みがあったんですね。で、それで一気に広がったというふうに言われてるんですけども、実はこれね、何かっていうと、半分本当なんですよ。この都市伝説がうまくできてるのは。で、このなんでかっていうとですね、引っ越し業者以下の下りはですね、コンテまで書かれてるんですね。で、コンテまで書かれてるんですけども、宮崎駿のことだから、書いたコンテでも、ボツになったものはもう処分しちゃうんですよね。作画打ち合わせまではやってたらしいんですよ。しかしですね、セルの仕上げの段階までは持っていってないし、アフレコもしていないと。当時のジブリにはそこまでの余裕がないんです。千と千尋の神隠しってもうギリギリの体制でやってるのでですね、一応、後ろの尺、2時間に収まるような映画の長さを尺って言うんですけど、尺で、宮崎駿も一番最初、お尻はそこら辺まで、引っ越しまで書くつもりだったらしいんですけれども、でもコンテ段階で、これ違うと。終わったらやっぱりもう1ヶ月か2ヶ月経ってることにしようと思ったんで、そしたらもうその後ろのシーンやらなくていいからバッサリ捨てれるっていう、そういうような流れらしいんですね。でもですね、この公開当時映画館でも一部で実際に流されてましたっていう風に、この都市伝説の後ろに書けばですね、すべての映画館で関係者のチェックを取らないと真偽はわからないのでですね、割とね、このね、デマは事情を知ってる人の作為的なデマだと思うんですけど、意図的なデマだと思うんですね。この書き方を入れるということは。で、信じてる人がですね、じゃあ次に多い理由なんですけども、コンテまで行ってたような話だからですね、これ僕だけが知ってる話じゃなくて、千と千尋の物語の資料集見たら、実はここまで作画というか、コンテできてたっていうのはどこにでも書いてる話なんですね。なので、この話が流れた時にですね、脳内で作っちゃうわけですよ。なんでかというと、記憶っていうのはですね、人間は現実ではなくて、現実そのものを記憶するんではなくて、脳内で整理されてですね、パッケージとして保存されてるわけですね、記憶っていうのは。短期記憶から長期記憶へその記憶が移るときにですね、カテゴリー移動するときにですね、そのままではデータ量が多すぎるんです。人間っていうのは何かを見て、映画見て、って思ったときに、短期記憶で見たものを長期記憶にやるときにデータを間引くんですね。で、そのデータを間引くときにですね、この全体を再構成して覚える。だから映画によってですね、覚えてる部分と、それ本当にあったみたいなものが誰にでもあるし、それは割と違うので当たり前なんですね。再構築っていうやつ。この短期記憶から長期記憶へデータを持っていくときに再構築したものって、実はそれを頭の中で思い出すたび、つまりアクセスするたびに微妙に壊れるんですよ。で、アクセスするために微妙に壊れて再構成し直して、どんどんこのパッケージを小さくしていくんですね。なのでですね、デマというか2チャンネルの書き込みを読んだ瞬間にみんなが頭の中からその割と省略されたデータを読み出して、それを解凍してバッと広げるときにですね、こんなのがあったというふうに言われると、あったかのように思い出しちゃうわけですね。あっという間に映画館の中でそれを見た記憶まで思い出してしまうと。本当はないんですよ。本当はないんですけども、そんなものがあった気がする。いや、確かにあった、見た気がする。だってその2チャンネルの書き込みというのは、っていう内容ですから、あったような気がしちゃうわけですね。はるか昔に見た映画より、その2チャンネルの書き込みの方が優先されるから。なので、頭の中でですね、その記憶が、書かれてしまうわけですね。実際に見た映像よりもですね、脳内で作り出した映像が、ものすごくスムーズにつながってしまうわけですね。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。